皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日のテーマはインドのロックダウン施策、成功だったか失敗だったかというテーマでお話ししたいと思います。インドのロックダウンなんですけれども、前回の動画でもお話しした通り、3月25日から4月14日まで新型コロナウイルス対策としてインドでは全土封鎖ロックダウンが行われました。このロックダウン簡単に言うとどういうことかというと、一切の経済活動をストップする、公共交通機関も止められて、会社も止められて、お店も止められて、かなり強い制限の施策なんですけれども、インドでは3月25日から4月14日まで第1回のロックダウンが行われました。で、4月14日に終わるかと思ったんですけども、4月14日にモディ首相の宣言がありまして、インドのロックダウンは5月3日まで延長されることになりました。もしかしたら4月20日以降は一部のエリアで解除される可能性もあるんですけれども、基本的には5月3日までロックダウンが続きます。ここで気になるのが、インドのロックダウン施策というのはそもそもうまくいってたんだろうかというところです。今日はインドのロックダウン、3月25日から4月14日までのインドのロックダウンは成功だったか失敗だったか、そしてインドのロックダウン施策の良かったところ悪かったところを皆さんとシェアしたいと思います。はい、インドのロックダウン施策成功だったか失敗だったかというと、成功だったと思います。でこれは別に誰が成功って決めたわけではないんですけれども、現地メディアの評価ですとか専門家の評価ですとか、あとは実際にインドに住んでいるインドのメンバーから聞いた話だと、現地の人たちの話だと、今回の前半部分のインドのロックダウン施策はすごく良かったという評価がなされています。で実際にこの良かったという視点、インドのロックダウンは数字にも結果として現れています。インドの保健省が発表したデータなんですけれども、もしインドがロックダウン施策をしなかった場合、4月11日時点でインド国内では20万人の感染者がいるだろうということが試算が出ていました。さらに4月15日にはそれが80万人になっていただろうという試算も出ていて、ただ実際に数字として出てたのは4月14日の時点で1万人ということで、もともと試算が出ていた数字と比べてもかなり良かったのかなと思います。この1万人って聞くとちょっと数字多いなって思うかもしれないんですけれども、実は日本とインドって感染者数が結構同じ形で推移してきていて、4月11日時点でインドの感染者は7000人前後、4月13日の時点で日本の感染者も7000人前後だったんですね。で4月14日はインドの感染者が1万人前後だったので、ちょっとインドの感染者数増えてるんですけれども、でも実際ね、人口10倍差があるんですよ。なのでこの数字も本来10倍差があっていいはずなんですけれども、インドと日本っていうのは同じぐらいの推移で今のところ来ています。今の4月14日の時点ね。なので、この視点から見てもインドのロックダウンによる感染者の防止というのはかなり良かったかなと思います。実際にじゃあどうして結果が出せかったかというと、前回の動画でもお話しした通り、一つはすごく厳しかったというところです。本当に全部の経済活動をストップして、かなり経済被害も出ているんですけれども、その効力が強かったというのが挙げられます。あと実際に現地に住んでいるインドのエンジニアの友達が言っていたのは、現地の警官の人が本当によく頑張っていた。朝から夜までかなりみんなの行動を厳しく見守っていた、管理していたというのがあったそうです。あと現地のメンバーが挙げていたのは、州政府と中央政府がともにこの政策にとても積極的だったということが挙げられています。またホットスポットと言われる感染が多いとも言われている、ホットスポットと言われる感染が多いと言われているスポットにおいては、ドローンを飛ばして管理したりとか、その管理方法を徹底していました。こういったところからもインドのロックダウン施策というのはかなり強力だったし、早かったというところも挙げられて、かつ実際にその効果というのは数字にも表れています。もちろん今回のインドのロックダウン施策、いいところばかりだけではなかったんですね。で後半部分ではちょっと悪かった点についてもお話ししたいと思います。インドのロックダウン施策で一番問題になった点は移住労働者の問題かなと思います。でこの移住労働者は何かというと、田舎に住んでいる人で都会で働いている出稼ぎ労働者みたいな方々のことを指します。田舎の部分ってなかなか仕事が見つけられないので、インドの場合は多くの田舎の人が都市部に出てきて仕事をしています。具体的にはレストランのウェイトレスとか掃除の人とか、あとタク
シーのドライバーとかこういう仕事が挙げられます。今回のロックダウン施策によって、こういった仕事が全部なくなってしまったので、移住労働者の人たちは、田舎に帰るしかなかったんですね。こういう状況だったら家族と一緒に過ごしたいという、インドの方の思いもあって、多くの人が実際に田舎に戻ろうという形で移動を始めました。なんですけれども、ロックダウン中なので、あらゆる公共交通機関がストップしてるわけですよ。なので歩いて帰るしかなかったんですね。でこの際にたくさんの労働者の方が食べ物もなくて泊まる場所もなくてお金もない状態で自分の働いていた都会から田舎への大移動を始めたんですよ。この中で大移動する中で、例えば亡くなってしまった人がいたりとか、かなりの多くの人がかなりきつい環境の中で実際にこの移動を強いられたという状態がありました。で現地のボランティア団体の方はこういった移住労働者の人たちに向けてメンタルのサポートだったりとか、賃金のサポートだったりとか、人権問題のサポートだったりとか、そういうのを政府の人にお願いする活動も行われていました。で実際に政府もこの移住労働者の人たちのために臨時バスを用意したということもあったんですけれども、この臨時バスをたくさんの人が利用したかったので、この臨時バスのバス停にたくさんの人が集まってしまい、いわゆるこの3密状態になってしまった。密です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 ということもありました。実際に、移住労働者の方々がすごく数が多かったので、コロナウイルス感染の、危険性もすごく高かったと思います。政府の方でこういった方々のサポートというのはしてるんですけれども、やはり数がそれ以上に膨大なので、今回のロックダウン施策で、一番移住労働者の方々の経済損失とか労働問題、人権問題、こういったところが一番大きな問題になっているかなと思います。その他にも問題としてあったのは、インドのムンバイにあるアジア最大のスラム街でのコロナウイルス陽性者が確認されてしまったこと。この事例があって、インド政府の方でも実際にその感染の検査というのをかなり増やしているんですけれども、スラム街の規模も大きいので感染の拡大がかなり心配されます。その他の事例であったのが、宗教集会によるクラスター感染というのもありました。こういった形でロックダウン施策を通じて悪かった点というのもいくつか挙げられました。ただ悪かった事例も挙げたとしても、良かった点悪かった点比較しても、総じてこのインドのロックダウン施策というのは成功だったと思います。実際に感染者の数もかなり抑えられています。ここで私が思うこととしては、インドのニュースを見ているとどうしてもインドの人口が多い分、感染者数がかなり過剰にレポートされたりとか、ちょっと奇抜な施策がレポートされたりとかして、こういったインドのロックダウンの施策の本質が伝わりにくいかなと思います。私もね、ツイッターでたまにね、ちょっと面白いネタとかツイートするんですけど、ただこのインドのロックダウン施策というのは現地の人の忍耐のもと前半部分成功で実際はうまくいっています。なので、後半部分はインド政府によるガイドラインも出され、さらに強力な管理のもとしばらくロックダウンは続くと思うんですけれども、私としてはインドの国内で、感染者を抑えて一日でも早く平和な日常が戻ってくることを心から祈っています。今日はインドのロックダウン施策成功だったか失敗だったかという視点でお届けしました。このチャンネルがいいなと思った方はぜひ評価ボタン、コメントとチャンネル登録をよろしくお願いします。